こんにちは、レバレントサトシです。今日はお知らせからお話しさせていただきます。ヒーリング教室シャスタプレゼンツ夏至の瞑想オンラインワークショップのお知らせです。6月21日水曜日19時から21時までです。この夏至というのは昼の長さが1年で一番長くて、太陽のエネルギーが一番強い日です。この日に心の埃や汚れを手放して疲れた自分を癒す。そしてこの日までに明確な目標を設定して、この日から前へ進むというようなことをさせていただきますので、ぜひご参加お願いいたします。詳細は備考欄にリンクが貼ってありますので、そちらからお申し込みください。よろしくお願いいたします。それでは本編を続けてご覧ください。皆様こんにちは、レバレントサトシです。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日も動画を作らせていただこうと思います。今日はたくさんの質問が来ていまして、そのことについて Q&A ということでお話をさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。はい、サトシ先生、お帰りなさい。アメリカから無事に戻ってこられて、はい、無事にアメリカから帰ってきました。だいたい2週間前に帰ってきたんですけども、ちょっとまだ微妙に、体調が時間差っていうのか時差ボケみたいな感じがちょっと残っていますね。はい。まだ時差ボケですか？まだね、なんか今回アリゾナ州という、初めて行ったところで、ちょっと微妙に時差がありましてね、カリフォルニアとはちょっと時間がね、ずれてる感じがして、私の体調がね、もうちょっと、どういう風な時間に合わせればいいのかっていうのがね、戸惑ってるような感じがしますね。そうなんですね。で、UFO 研究家のおばさんに会いに今回行かれたっていうことで、そこで UFO 会議っていうものに参加されたんですよね、サトシ先生。で、はい。そこでなんと FBI 特別捜査官ジョン・デソーザさんはい。という方にお会いしてお話をいろいろ伺ったと聞いているんですけれども、FBI 捜査官、特別捜査官っていうのはすごく興味があって質問もたくさん来ていました。で、まずそのジョン・デソーザさんっていうのはどういう方なんでしょう？はい。僕のおばさんが、アメリカのね、アリゾナ州に住んでまして、で、彼女を頼って、行きましたので、そしたら彼女がUFO 研究家をされてるっていうことで、彼女がいつも参加してる、カンファレンス、会議に、僕もね、ついでにちょっと参加させていただきました。で、その時にお話をされてたのは、こちらのね、ジョン・デソーザさんっていう方なんですけれども、日本でもね、何冊か本が出ているんですね。で、こちらの本をちょっと紹介させていただきますと、ディスクロージャー、宇宙維新が始まる、ジョン・デソーザさん、元 FBI 特別捜査官。で、そして、こちらは、ジョン・デソーザさんと高野、ジョセンさんっていう方の対談の本なんですね。で、こちらの中にね、写真が出ていますので、ちょっと紹介させていただきますと、こんな感じ。ちょっと大きくしていきましょうね。見えますかね。ジョン・デソーザさん、こんな感じの方です。元 FBI 特別捜査官ですね。で、彼、僕は初めてお会いして知ったんですけれども、実はすっごい有名な方で、以前、80年代、90年代ですかね、X ファイルっていう番組、皆さん知ってますでしょうかね。僕は名前だけ知ってて、あんまり見てなかったんですけれども、見てもちょっとね、意味がよく飲み込めなかったので、今回ね、また X ファイルをレンタルして、見ましたら、これがとっても面白い、FBI の超常現象を扱う部署があるんですけども、そこで、ジョン・デソーザさんは、働いてたんですね。で、超常現象っていうのは、例えば UFO とか宇宙人とか、パラサイトっていう体に寄生する宇宙の生物とか、あとクローンの技術とか、あとアメリカ軍が作っている UFO に似た、未確認飛行
物体とかね、いろんなことを彼は、興味があって、本当に経験された。で、その経験されたことをもとに、X ファイルっていうのが作られたそうなんですね。だから、X ファイルって実は作り話ではなくて、本当にあったことなんですって。これ、もう驚きましたね。はい。はい。で、それで、ジョン・デ・ソーザさんがお話しする会がありまして、そこに参加させていただいてお話を聞いたんですね。で、お話を聞いてますとね、ジョンさんは、とっても、今、まさに、行われている、事柄、アメリカ政府、そして、陰謀とか、いろんなね、伝染の病のこととか、あとはお金のこと、これから起こるであろうアメリカの金融の問題とか、あるいは世界中で起きるであろう金融、そしてこれから起こるであろう、いろんな事柄についてお話をしてくださったので、すっごく興味あったんですね。なのでね、僕日本に帰ってきてからジョンさんの本をね、何冊かまた読ませていただいて、今、勉強をね、してる時なんですね。で、X ファイルもとにかく面白い。当時はね、わかんなかったんだけども、今見ると、クローン技術とか、あと宇宙人とか UFO とか、あの時は突拍子もなくて受け入れにくかったんだけど、今見ると、なるほどね。だから今こういうことが起きてるんだねっていうのがわかるので、すごくね、なんか、これはなんかすごい方とね、お会いできたなっていうふうに今感慨深く思っているところです。はい。X ファイルって言ったらもう多分30年前ぐらいのドラマだと思うんですね。じゃあその時に内容が今でもこう通じるっていうか、あれなんですね。今だからこそ分かるっていう内容がたくさん織り込まれていたってことなんですかね。X ファイルの中で話されていたことっていうのは宇宙人とか UFO とか、あとはね、クローンの技術とか、いろんなこと話されてたんですけれども、当時は多分ね、突拍子もないとんでも話に感じた方多かったんでしょうけども、今見ますとね、クローンの技術っていうのも、なんか、今、いろんな場面でクローンの技術が使われているとか、あと宇宙人の技術が、至るところで使われているとか、30年経ってやっとあの時の意味が分かってくるっていう、なんか今見てもね、すごく興味深く見れると思いますね。はい。でそういったことをもう30年前に経験されてたのがこのジョン・デ・ソーザさんということですね。はい、ジョン・デ・ソーザさんは、20代の頃から FBI 捜査官として、特別捜査官として超常現象に関わっていましたので、今60何歳ぐらいなんでしょうね。だから、とにかく、ああいう人が本当にいたんだなっていうのがね、ちょっと驚きですね。はい。じゃあ、ちょっと次の回でね、次の YouTube からそのジョン・デ・ソーザさんとお話しされたこと、聞いたこととかを、ちょっとどんどん、サトシ先生にお伺いしていきたいと思います。皆さん、次の YouTube お楽しみになさってください。どんなお話が出てくるのか、きっとね、今だったらわかるっていうことでしょうから、その時の当時のこととかを多分伺えるのかなと思います。皆さんお楽しみになさってください。はい。というわけで、皆さんね、これからもっとジョン・デ・ソーザさんのことについてお話をさせていただこうと思っておりますので、期待していただきたいと思っております。では皆様、今日の動画見ていただきありがとうございました。それでは皆様、さよなら。